パカパーハロー、皆さんこんにちは、ナナです。今日はですね、ワークライフバランスマレーシア vs ジャパンをやっていきたいと思います。というのもですね、国が違えば働き方、人の価値観、考え方っていうのが本当に違って、私は日本で働いたこともあるし、こっちのマレーシアでももう3年以上働いているので、その経験をもとに実際のワークライフバランスは日本がいいのかマレーシアがいいのかについてお話ししていけたらなって思います。今回は3つのトピックプラス最後に私なりにマレーシアがいいのか日本がいいのかっていうのを発表していけたらなと思います。それでは早速レッツゴー。それでは今回もノートにまとめてお話をしていくので、ちょっと視線が下に行ったりこっちに行ったりいろいろしちゃうかと思うんですが、そちらはご了承くださいませ。それではトピック1つ目、お休みの日数について。まず日本のお休みの日数からお話をしていくと、通常休みは土日のお休みもあれば週休2日制というようなお休みもあるようで、こちら業界とかによって異なるんじゃないかなって思います。よく年間休日とかで表されたりすることが多いと思うんですけど、年間120日以上あればいい方なんじゃないかなと勝手に思っております。以前私が新卒で勤めていた日本の会社の年間休日は125日だったことを記憶しております。なので会社的には別にブラックの方ではないのかなとは思っておりました。日本の場合有給休暇に関しては入社して半年後に10日が付与されて、その後は年々ごとに増えていく、半年ごとに増えていく、そんなようなイメージでございました。これは労基とかの話になるのか分かんないんですけど、最大有給が40日ほどホールドできると聞いたことがあるので、それに伴い退職前に余っている有給があったら辞める前にその有給を使って退職するというようなのが一般的になっているのではないかなと思います。この有給以外のお休みだと祝日と産休とかあると思うんですけど、他にも日本の会社でお休みの種類はあるのかと思うんですけど、ちょっと今のところ私祝日産休以外何があるんだろうって思いつかなくて、ユニークなお休みとかがあったらコメント欄で教えてください。それではマレーシアの場合のお休みの日数についてお話ししていきます。通常の休みは、私の会社は土日お休みで、前に勤めてた BPO の会社はシフト制だったので週に2日お休みがありました。でこの通常のお休みとは別にアニュアルリーブ、パブリックホリデー、リプレイスメントリーブ、 MC、誕生日休み、入院休暇、産休、ファミリーケアリーブ、アンペイドリーブというのが今の会社にはあります。アニュアルリーブっていうのは有給休暇でございまして、会社によるけど BPO の場合はだいたい1年間に12日から15日の間が一般的なんじゃないかなと思ってます。私の会社は多分少数派ではあると思うんですけど、有給年に21日いただいております。 PH は祝日のことで、 RL は祝日の振り替えという意味合いのお休みです。で PH は PH としてお休み、祝日はそのまま祝日としてお休みというところもあれば、 PH の祝日は普通に働いて、その後リプレイスメントリーブとして別のお休みを取るというような形の場合もございます。で私の会社はパブリックホリデーの時は普通に働いて、その分をリプレイスメントリーブとして付与されております。で今年の場合はマレーシアの祝日が18日だったので18日でした。マレーシアって週ごとによって休日の日数とかが変わるので、もしかしたらその会社がある週によって変わったりするのかもしれません。次に MC といって病気休暇ですね。これは今年は私の場合は14日付与されてました。ただこの MC も勤続年数が長ければ長いほど増えていくようなイメージが強くて、2年以上とか働いたら増えていくのかなと思います。この病気休暇は万が一急に病気になった、急に熱が出たとかという時に使うお休みでございます。お休みを取る場合、病院からメディカルサーティフィケートという診断書みたいなのをもらわないと MC を取れない会社もあれば、別に診断書がなくても MC としてお休みを取れる会社もあるようでございます。私の会社は誕生日を超えると誕生日休暇が1日付与されます。会社ならではの福利厚生の一部なんじゃないかなと思います。ここから番外編というような感じで、あまり取ることはないけど、あまり一般的ではないけどこんな休みもあるよみたいな感じでご紹介していきます。まずは病院休暇で、これは MC と違って単発じゃなく、病気的な理由で長期でお休みが欲しい時に申請できるお休みのリーブでございます。で今年は私の場合は60日付与されておりましたが、使っておりません。
で次は産休で、これは日本と同じ意味合いで子供ができた時に取ることができる、申請できるお休みとなっておりまして、生まれる直前にとってもいいし、期間は自分で決めていい感じですね。期間は前の会社も今の会社もだいたい3ヶ月くらいがベーシックなんじゃないかなって思います。次にファミリーケアリーブ、これは家族の法事とか自分が結婚した時に申請できるお休みでございます。年間5日間付与されてました。最後にアンペイドリーブです。これは名の通り無給のお休みです。これは理由はいろいろあると思うんですけど、上司に相談して認証されれば取れるというお休みでございます。ただ無給でございます。てな感じで、今の会社のお休みは土日を除いて合計40日あります。今年の土日のお休みは104日だったみたいなので、合計すると年間休日は144日あることになります。これは日本と比べると20日も違うので、ワークライフバランス観点から言うと今のマレーシアの生活の方が良いのかなと思っております。それでは2つ目のトピックの休みの取りやすさについてですね。これは肌感日本と比べるとやっぱ圧倒的にマレーシアの方が取りやすいですね。前の会社は休みを取るシステムがすっごい複雑で、申請はできるんですけど実際に取れるかっていうのが前の月の月末にしかわからない、イコールシフトが出る時にしかわからないっていう状況で、取る側からの身からしたらすっごく手が調整しづらいようなシステムでございました。今の会社は1日に取れる人数はもちろん決まっているんですけど、早い者勝ちなので、自分が絶対に取りたいと思った日はもう早めに申請をしておけば、承認自体はその日には絶対わかるし、長期休暇、極端に言うと20日を一気に使って丸々1ヶ月休みというようなこともできるのが今の会社でございます。正直日本は同調圧力が強すぎて、私の場合ですが1年目とか有給あるんですけど、ちょっとスッと取れないというか取りにくいっていうのが個人的な印象でした。しかも実際申請する前にこの日お休み取っていいですかねみたいなちょっとジャブみたいなのをしないと、まずそもそも申請に進めないみたいな感じがあるイメージでございます。でも結局はこれも会社によるので、一概に絶対とは言えないんですけど、私の肌感ではそういう風に感じました。今の日本のワークライフバランスどんな感じなんですかね。もし日本で働いている人でこの動画を見てたら教えてください。あと日本と違ってマレーシアの会社って有給を繰り越し持ち越しみたいなできるシステムがあんまりないと思ってて、今の会社も前の会社も基本的にはできなかったです。前の会社は使い切れない有給は買い取りみたいなことはしてもらったんですけど、これも実際辞める3ヶ月前の辞表を出した後に有給を使えないっていうシステムになっているがゆえに買い取らざるを得ないみたいな感じになってたから、もう必然的にそういうことが起きたというような感じですね。で、通常は1年間に使い切る必要があるというのが前提です。で、個人的にこのマレーシアの1年間に絶対使い切れよシステムっていうのはすごいいいなと思っていて、というのも日本って有給を貯めておくことができるっていうと一見いいことのように思えるんですけど、それって裏を返せば休みなく働けるみたいな感じだし、実際にその有給をめっちゃ貯めて1ヶ月一気にとか休むとか、そういうのがあまりできやすい環境じゃないんじゃないかなって。私の周りで社会人になって1ヶ月丸々旅行に行ってましたとか何してましたとかっていう人はあんまり見ることがないので、そういう意味で貯めたとしても一気に使えないから、それだったらもう1年以内に的な休みを取ってリフレッシュさせてくださいねっていうような半ば強制的な感じのシステムの方がいいんじゃないかなって私は個人的に思っております。もちろんめっちゃ働きたい人からしたらね、全然いらないよって感じなんだと思うんですけど、私はやっぱり働く以上休みも必要なので、そういう個人的な考えは持っています。それでは最後3つ目のトピック、在宅ワークについてです。で、私の場合日本で働いていた時の職種は在宅ができないタイプのお仕事だったので、在宅は日本で経験はしたことがありません。今の仕事は在宅でもできる仕事なので、出社と在宅をミックスしているような形で働いております。しかも今の会社は在宅できる日を自分で決めれるっていう自由度が高めな会社なので、すごくありがたいですね。私の今の会社は福利厚生の一つとして年間20日間在宅ワークをしていいよっていう日数を付与されていて、この在宅ワークの日数と合わせて自分の有給とかをお休みを合わせて使ったりすると、丸々1ヶ月間どの国でもインターネット環境がある場合であればどこからでも生活ができるというようないい環境がございます。マレーシアで働いている日本人
人は結構 BPO 業界が多いと思うので BPO 業界は比較的在宅ワークがしやすいお仕事なのかなっては思います。それでは3つのトピックに関して全てお話をしてきたんですけど、最終的にマレーシアと日本どっちがいいのかという風なお話でまとめていきたいと思います。なんとなく皆様ご察しの通り、個人的には日本よりマレーシアの方がワークライフバランスはいいんじゃないかなって思ってます。やっぱ日本って同調を重んじる、同調圧力という言葉がある文化というか風潮というかという感じなんですけど、そういうものが存在している限りやっぱ周りの目でしたり迷惑がかからないようにっていう風に動いたりするような国民性であったりとか、そういう雰囲気とかもあるので、そういう意味で気にする人からしたらワークライフバランスは整えにくいのかなって思います。私は結構日本にいる時は考えちゃうタイプだったので、ワークライフバランスを整えやすいとは思っていませんでした。もし日本で働いていてワークライフバランスに悩んでたりしてどうやって整えていこうかなって思っている人がいたら、ぜひ一度海外に出てみてお仕事をしてみるのも一つだと思います。国の色とか雰囲気とかっていうのはそこの地域に行って実際に働いてみないとやっぱわからないことなので、それが自分に合ってるか合ってないかっていうのも実際にやってみないとわかんないことだと思うので、もし海外のお仕事にチャレンジしてみたいとか海外に住んでみたいとかっていう気持ちがある人は一度出てみてやってみるのも一つの手じゃないのかなって思います。てな感じで本日はワークライフバランスマレーシア VS 日本でお送りさせていただきました。マレーシアで実際働くとどんな感じでワークライフバランスが送れるのかなっていう、ちょっとでもイメージが湧くような動画になってたらありがたいです。そして最後にマレーシアで働いている日本人の同士の皆様、楽しみながらプライベートも充実させながら仕事頑張っていきましょう。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画ちょっとでもいいなって思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもたくさん待っているのでお送りください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。